こんにちは皆さん。今日はね、ちょっと長くなりますよ。まだ何分話すかとか決めてないですけど、最近あったこととか、だらだら話していくんで、時間がある人はね、何か食べながらとか、掃除しながらとか、寝ながらとか、聞いてください。字幕はね、どうしましょうかね。まだ考えてないんですけど、画面の中に字幕を入れるかどうか考えてなくて、この CC のね、字幕のボタンを押したら字幕が出るような設定にはしようと思うんですけど、画面の中に字幕を入れるかどうかはまた、未来の僕が決めてくれると思うんで、そうですね。最近の動画ではね、やっぱりもうちょっと、ちゃんと調べて、データがある状態で何か話したりとか、結構自分の話すポイントをまとめて話してるんですけど、今はね、この動画では、データもないし、僕がただ話したいことを話すっていう結構、なんていうんですかね、僕がどういう人間か分かりやすいような動画を作ろうかなと、ポッドキャストですね、ポッドキャストを作ろうかなって思ってるんで、できるだけ編集もしなくて、本当に僕に興味がある人だけ聞いてくれたらいいかなって感じですね。もちろんいろんな人に見てもらえたら嬉しいんですけど、そんなたくさんの人に聞いてもらえるより、僕のことに興味がある人がね、増えてくれたら嬉しいなと思うんで、もし興味があったらね、聞いてください。なんか寝てる時に、外国語を聞くのって、なんかいいような気がしませんか？僕たちもね、自分たちの母語で赤ちゃんの時に、何も意識しない時に、意識がない時に、いろんな文法とかね、いろんな単語を聞くわけじゃないですか。僕、日本で生まれて育ちましたけど、日本語でね、多分、僕のお父さんとかお母さんが、僕が意識がある前から、いろんな言葉を使ってくれてたんですよ。と思うんですよ。で、そういうのが、結構積み重なって、今の言語の、ボキャブラリーの多さとかね、そういうのに、つながってくると思うんで、その勉強だけじゃ得られないものってあると思うんですよね。なんで無意識の時、例えば寝てる時に何も考えない時に日本語を聞くとか、そういうのもいいような気がするんですよね。これも何も僕調べないで喋ってますから間違ってるかもしれないですけど、僕の意見として、そういうのがいいんじゃないかなと思ってるんで、もしね、寝る時も日本語のために何か時間を有効に使いたいっていう人はね、ぜひ僕のポッドキャスト聞いてくれたら嬉しいですね。そうね。そう。それで、今日話したいことがいくつかあって、調べるじゃない、リストをね、ちょっとだけ作ったんですけど、今年の夏、2025年の夏が、僕の久しぶりの日本で夏を過ごす時だったんですね。去年も一昨年も、日本にいなかったんですよ、夏にね。で、日本の夏を久しぶりに体験して、もう本当に暑い。めっちゃくちゃ暑いですね。その暑さっていうのは、湿度をね、よく言う人がいますよね。日本結構湿度高くて、蒸し暑いってね、言う人、日本人でも外国の人でも、そういうこと言う人がいるんですけど、僕は別に湿度はそんなに僕の体に影響しないんですよ。別に湿度高くてもいいかって感じで、湿度は今年も、僕が日本に行った時、例えば、5年前とか10年前もそんなに変わらなかったような気がするんですけど、それより明らかに
日差しが強くなってるんですよ。本当に。僕、その学生の時とかはあんまり日傘をね、全然使ってなかったし、なんて言うんですか、ハンディファンみたいなのも使ってる人全然いなかったですけど、最近もう、街に行くと、まあ、その、男の子女の子とか関係なくみんなハンディファン持って、みんな、日傘使ってって感じですよね。僕、ハンディファンは使わないですけど、日傘は使いますね。っていうのもやっぱり、日焼けが怖いですよね。日焼け、白くなりたいとか、そういうわけじゃなくて、僕ちょっと肌が弱くて、日差しに当たると顔が赤くなってちょっと、皮がね、顔がぐちゃぐちゃになるって言ったらよくないか。なんて言うんですか。肌の炎症がね、起こるんですよ。肌がぐちゅぐちゅになってくるんですよね。なんか水ぶくれみたいな。で、それが起こってほしくないんで、ハンディファンは使わないけど、日傘はね、使うんですね。で、日傘使うと、体感温度が全然違うんですよ。なんていうんですか、日光をね、直接浴びるより、日傘使うだけで、ハンディファン、なんていうんですか、日傘使わないでハンディファン使うより、ハンディファン使わないで、日傘を使う方が絶対に涼しくなるんですね、今の日本は。なので、僕は日傘だけ使ってるんですけど、どこに行っても、僕奈良に住んでますけど、奈良でちょっとね、ショッピングモール、室内でもハンディファン使う人いますし、ちょっと大きめの街に行ったら、そのセットをね、使って歩いてる人が多いっていう感じですね。それで久しぶりの日本の夏だったんですよ。で、外国にいた時は、そういう日傘とかも使わないで、日焼け止めはね、常に、使ってたんですけど、その日焼け止めについてですね、日本の日焼け止め、僕、日焼け止めはね、なんか、外国に行くときもちょっと、日本のものをいっぱい持って行ったんですよ。外国の日焼け止めがもしかしたら肌に合わないかもしれないって思って日本の日焼け止め持って行ったんで、外国の日焼け止めをね使ったことがないんですけど、もちろん外国の日焼け止めもねそんな悪い成分入ってないと思いますし、日焼け止めの成分なんて大体日本と変わらないと思いますけど、なんか怖いというか、なんか慣れているものをね使いたいっていう気持ちがあって日本から日焼け止め持って行ってたんですけど、いろんなタイプありますよね。スプレーとかね、直接顔に塗るものもありますけど、僕潔癖、このポッドキャストで何度か話したことあると思うんですけど、潔癖症なんですね。なので今も手のひらで顔を触りたくないんですね。なんで顔を触るときはいつもね、この手の甲でなんかちょっと触るとか、目を描いたりするんですよ。なのでこのクリームタイプの、日焼け止め使うときはめちゃくちゃ手を洗わなきゃいけないんですね。で、めっちゃ手を洗った後で完全に綺麗な状態でそのクリームを手につけて顔に塗るっていう感じなんで、めんどくさいというか、スプレータイプにしたいんですけど、スプレータイプだと僕の肌を守りきれないんですね。スプレーの日焼け止めを顔に塗るというか顔に振って、で
何ですかね、1時間とか、30分とかでも、日差しの中で歩くと、顔が真っ赤になっちゃうんですね。なので結構強いタイプのクリームの、日焼け止めをしっかり顔に塗らないと、肌がね、炎症を起こしてしまうんですね。で、そう、夏といえばやっぱり、海ですよね。今年海、行きましたか？海がない国の人もね、いると思いますし、海へのアクセスがなかなか難しいっていう人もいると思いますけど、奈良もその一つなんですね。日本ってもちろんその島国ですけど、島国の中に、いろいろ、県がありますよね。東京とか、大阪とかね、いろんな県があって、海がない県が、いくつだったっけ？ちょっと調べますね。海のない県が、あるんですね。8県、それと47、都道府県ありますけど、その中で8つの県だけ、海がないんですね。で、奈良は海がないんですね。なんで、奈良は海なし県なんですけど、つまり、結構海へのアクセスが他の県に比べて難しいんですね。奈良から海に行くってなったら、一番アクセスが近い海は、大阪の海なんですけど、大阪の海は、クソなんですね。もう大阪の海はね、本当に汚いんですよ。汚いっていうか、そもそもビーチが少ないんですね。大抵もう商業用の港っていうんですかね。外国とか日本国内でも荷物を運ぶために船がね大阪に来て、でそこから物流のためにいろんな場所に行くって感じなんで、ビーチが少ないんですね。一応、大阪にもビーチはあるんですけど、なんかね、大阪の海って入りたくないんですよね。なんか、わかんないですけど、工場の水がビーチにも来てそうで、僕はあまり入りたくないんですよ。もちろん綺麗だと思いますよ。綺麗なビーチあると思いますけど、なんとなく、僕だけじゃなくて、いろんな日本人、奈良の人とか大阪の人でも、大阪の海なんか入りたくないなって思ってる人がね、いるはずですよ。なんで、逆に川に行ったりね、プールに行ったりする人の方が多いと思いますね。大阪の海まで、僕の住んでる町からだったら、どのぐらいですかね。1時間あったら行けるかな。1時間とか1時間半で一番近い海に行けますけど、一番近い海は港なんですね。ビーチじゃなくて、で僕大阪のビーチ本当に行ったことないんで、どのぐらいかかるかわかんないんですけど、奈良の人、奈良だけじゃなくて関西の人に人気なビーチっていうのがあるんですね。それが和歌山県にあるんですけど、和歌山県の白良浜ですね。そこのビーチは本当に人気で、僕も子供の時、小さい時本当に毎年行ってたんですね。で、そこのビーチ本当に綺麗で、水も綺麗なんで、関西だったらもうその、和歌山県のビーチだけかな。もちろんいろんなビーチありますけど、その関西に住んでいる人にとって一番最初に思い浮かべるビーチはその和歌山の、白浜。綺麗な、海がある場所なんですね。で、奈良からその白浜に行くには、今だと3時間とか4時間ぐらいかかっちゃうんですよね。で、3時間4時間って結構長いじゃないですか。なんで僕、そんなに
海が好きなタイプでもないですし、行かなかったんですね。簡単に言うと。海、めっちゃ暑いしね、日本ね。海に行って、なんか、涼しくなりたいっていう人もいると思いますけど、海に行くってなると、いつもより多くの日焼け止めを塗って、で、なんか日焼け止めいっぱい塗るのなんか嫌じゃないですか。肌にね、常になんか、なんていうんですか、肌になんか、塗ってるっていうのが、もちろん化粧をしてる人だったら慣れてると思いますけど、僕は化粧に慣れてないんで、なんか常に肌に何か塗ってやるっていうのがなんか、怖いというか、なんか嫌なんですよね。で、いろんな理由があって海には行きませんでした。川もね、なんだっけ、プールも行かなかったですね。でも、海と川とプールだったら、どれが一番好きですか、皆さん。僕はね、海なんですよ。で、2番は川なんですね。で、3番はプール。で、理由もあるんですけど、また潔癖症の潔癖症であるために、海が一番好きっていう感じなんですけど、つまらないかもしれないけど、ちょっとね、聞いてほしい。海って大きいじゃないですか。海ってね、めちゃくちゃ大きくて、で、プラスめっちゃしょっぱい、塩の味がしますよね。だから、なんか、綺麗なような気がするんですよ。例えば、いろんな人が、なんか、海の中で、海の中というか、海でね、なんて言うんですかね、唾を吐いたりね、する人もいると思うんですよね。で、その吐いた唾も、海の大きさに比べたら、小さくて、で、僕のとこに届いても、大丈夫かなみたいな。僕のとこにそもそも届かないかなみたいな感じで考えられるんですね。で、プラスなんか塩があるから、塩でなんとなく、綺麗になってるんじゃないかなみたいなイメージがあるんですよね。もう何も調べないで今喋ってますけど、そういう、イメージがあるから、僕は、どう入るなら海が一番綺麗そうだから、海が好きですね。で、川も、いいんですよ。川もね、流れてきますから、何か汚いものがあったとしても、上流から下流に流れていくだけかな。で、ある程度ね、広いんで、その誰かが唾を吐いたとしても、下流に流れていくし、その僕のとこに届く可能性はそんなに高くないかなって思うんですけど、逆に、上流の人が吐いた唾が僕のところに来るんじゃないかなっていう、気持ちもあるんですよね。で、それプラス、海みたいに塩がないですから、なんかまだちょっと除菌が足りないような気がするんですよね。これ、潔癖症の人だったら理解してもらえると思うんですけど、逆に潔癖症じゃない人だったら、何言ってんねんお前ってね、なると思うんですけど、僕はそういう、イメージがあるんですよ。で、最悪なのはやっぱりプールですよね。プールもね、塩素を使って、綺麗にしてると思いますし、除菌もね、しっかりしてるから、そのプールも運営できてるんだと思いますけど、そうは言っても、海よりは大きくないわけですね。川よりも大きくないわけですね。つまり、誰かが吐いた唾が僕のところに来て、
で、僕のところに来たタイミングで、僕がもし泳いだら、その人の唾が、僕の体の中に入るんじゃないかな、みたいなことを考えちゃうんですよ。これ本当にね、潔癖症というかもう、ちょっと考えすぎなんですかね。ちょっと悪いところだと思うんで、直していかなきゃいけないなと思うんですけど、そういうことをね、思っちゃうんですね。そう。で、そう、海といえばじゃない、夏といえばね、海と、もう一つ、日本では、祭りがね、人気なんですよね。日本の祭り、行ったことある人いますかね。僕は行きました。夏祭りですね。花火大会と、あと、奈良にある、東海っていう、灯籠が、もうたくさん灯籠がある祭りがあるんですよ。で、灯籠を見ながら、鹿もね、少しいるんですけど、鹿と灯籠を見ながら、屋台の食べ物を食べるとか、そういうことができる祭りがあって、それが東海って言うんですけど、僕はその東海と、もう一つ、花火大会に行ってきましたね。で、僕は祭りは好きなんですよ。夏のアクティビティの中でも、祭りは好きなんですよね。っていうのも、夜なんで、ある程度、暑くないんですね。その静かじゃない。なんだっけ。日差しがないし、日焼けすることもないですから、夜にあるんでね、大抵。花火も夜に上がるから、僕は祭りは好きで、で、今年も、久しぶりも10年ぐらい、10年とか、子供の時ぶりに、浴衣を着たんですよ。浴衣を、買って着てみたんですけど、面白い経験ですね。結構浴衣を着て、祭りに来る人も多くて、その東海っていう祭り、奈良のお祭りですけど、浴衣着てくる人も多くて、そういう人を見るだけでも楽しいですよね。夏限定の特別感みたいなものがあるから、僕はそういう人を見るのも好きだし、今年はなんか、チャレンジしてみたくなって、浴衣を着てみたんですけど、そういうね、動画を、実は撮りたかったんですよ。その浴衣を着て、祭りに行きましたっていう動画も、なんか Vlog みたいな感じで、撮りたかったし、カメラも持って行ったんですけど、なんか、恥ずかしくないですか？たまにね、祭りでもいましたけど、自分を撮りながら、歩きながら喋るとか、そのベンチの前にそのカメラを置いて、で、一人で喋るとかね、そういうことをしてる人いましたけど、やっぱ恥ずかしくないですか？僕がシャイすぎるっていうのもあるんですかね。いや、でも、そういうことをする人、本当に尊敬しますね。全然、なんか街の中でね、自分でカメラ持ちながら話してる人に、偏見も全くないし、本当にすごい、もう本当に心の底から尊敬するんですけど、僕はちょっとできなかったですね。カメラ持って行ったし、一応マイクもね、持って行ったんですけど、ちょっと恥ずかしくて、できなかったですね。これから、機会があったらするかもしれないですけど、とか、リクエストがあったらね、もしかしたらするかもしれないですけど、ちょっと僕にはね、まだ難しかったですね。まだ恥ずかしい気持ちがあったんで、僕は YouTuber とか、
そういうインフルエンサーみたいなものはできないなと思うんですけど、ヨーロッパでね、旅行してる時も、もちろん日本で旅行してる時も、すっごいめっちゃいっぱい写真撮ってる人いませんか？有名なビルの前とか建物の前で、いろんなポーズで写真撮ってる人とか、自分の、家族とかね、パートナー、友達にカメラ渡して、私の写真撮ってくださいって言って、いろんなポーズでね、写真撮ってる人もいますけど、僕はそれもね、ちょっと難しいんですよね。もうちょっと勇気をね、持たなきゃいけないと思うんですけど、僕はそのタイプじゃないんですよね。皆さんどうですか？結構、なんて言うんですかね。緊張せずに、なんか恥ずかしくならずに、写真撮れますか？自撮りとか、他の人に写真を撮ってもらうのもそうですけど、なんか僕も友達が隣にいて、友達と一緒に、自撮りするっていうのは別に問題ないんですけど、なんか、一人っていうのがやっぱりね、怖いんですよね。なんか、一人で、なんか写真撮る、日本人らしいんですかね。別に日本人じゃなくても、恥ずかしいという人いっぱいいると思いますけど、なんか他の人の目をね、気にしちゃうんですよね。なんで本当に、よくいるインフルエンサーとか YouTuber の人、本当に尊敬します。本当に尊敬する。けど僕がしたことは、浴衣を着て祭りに行ったっていうことですね。そう。で、そろそろいい時間30分ぐらいなんで、終わるんですけど、最近、久しぶりに、いい歌を聴いたんですね。いい歌っていうか、その夏の歌なんですけど、森山直太朗さんの、夏の終わりっていう曲ですね。もしかしたら概要欄にリンク貼るかもしれないし、忘れてたら貼らないかもしれないんですけど、調べてみてください。夏の終わりって調べたら多分、Spotify でも YouTube でも出てくると思うんですけど、文字通り、夏の終わりについての音曲なんですよね。で、これ、結構古い、いつ出たかわかんないんですけど、ちょっと調べましょうか。2003年、だからもう22年前ですかね。2003年に出た曲で、僕も最近まで知らなかったんですよね。多分2年前とか、最近知った曲なんですけど、初めて聞いたのが、カナダにいた時なんですね。カナダで、本当に9月ぐらい、夏の終わりに、この森山直太朗さんの、夏の終わりを初めて聞いたんですよ。で、それ聞いて、めっちゃ帰りたいな、みたいな。めっちゃ日本恋しいなって、ホームシックというか、日本に帰りたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強くなったんですね。それを本当によく思い出して、で、去年もまだ海外にいたんですけど、そこでもう8月の終わりとか9月にこの夏の終わりっていう夏の終わりっていう曲を聴いて、日本に帰りたいなって思ったんですね。で、今日本にいて、祭りとか行ってね、日本でしかできないなんか経験をして、で、今9月ぐらいにね、もう一度森山直太朗さんの夏の終わりっていう曲を聴いて、日本に帰ってきてよかったなーってね、思うんですよね。なんで、もし興味があったら、この曲、聴いてみてください。僕は、
2年前にこの曲初めて聴いたんですけど、初めて聴いた時もなんか懐かしい曲だなって思ったんですよ。初めて聞いたのになんか懐かしいなって、日本に帰りたいなみたいに思ったんで、これを聞いて皆さんどう思うか、もしよかったらコメントで教えてください。そんな感じで今日は何かね特定のトピックがなかったですけど、僕がダラダラ話すだけみたいな感じになりましたけど、もしねつまらなかったらごめんなさい。でもいろいろ話したいことあったんで、もしもっとね僕の、普段のこととか興味がある人はこれからもこういう感じのポッドキャストも聞いてくれたら嬉しいです。そんな感じで今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。